これ、4月1日以外に何と読むか知っていますか？これがとても重要なキーワードになっています。今回の考察は9月15日にスペースに集まったみんなの知恵も拝借しています。きっかけはジーザス・バージェスがルフィから悪魔の実の能力を奪おうとした時になぜナイフを持っていたのかという話題。確かにバージェスはルフィを助けに入ったサボとの戦闘でもナイフは武器としては使わないんですよね。ではナイフは何のために持っていたのかということになります。おそらく悪魔の実を奪うために体のどこかの部位を切り出す必要があるからだと思いますが、その部位まではまだ分かりません。ですがこの体の特定の部位を切り出すことによって悪魔の実の能力を抜き取ることができるということが重要になってきます。突然ですが、皆さんはスルメや干物の作り方ってご存知ですか？簡単に言ってしまえばスルメイカや魚を乾燥させて保存食にするんですけども、乾燥させる前に内臓を抜かなくてはいけないんです。この処理を一般的に綿抜きと言います。前々回の動画でおさらいしたので今回は説明を省きますが、僕はイカロス・ムヒの親友であるダイダロスがジョイボーイのヒントキャラだと考察しており、そのダイダロスはスルメになって死にました。これだけではなく他にもいろいろな理由からジョイボーイはラフテルでツタンカーメンのようなミイラもしくは仮死状態になっていると考察しているのですが、ミイラの作り方もスルメや干物と同じで腐りやすい内臓を一度取り除く必要があります。小田先生が少年誌でそこまで描写するとは思いませんが、ジョイボーイは2課の能力を取り出すため内臓が抜かれているのかもしれません。このことが冒頭で重要なキーワードといったこの漢字の読み方です。4月1日と書いて綿抜きと読みます。ちなみに巨人族のお妹カーシーの誕生日は4月1日です。カーシーと歌詞がかかっていますよね。まあこんな考察をするといやいやこじつけでしょうと感じる方も多いと思うので、どんどんこじつけを紹介します。パティはクリーク海賊団の銀が毒ガス弾 MH5 の毒で苦しんでいる時にプリンを食べさせようとしていましたよね。プリンの語呂合わせは26なのですが、26といえばサイの言い名付けであるウホリシアを思い出します。ウホリシアは椅子に座っており5人の男が周りにいますので、空の玉座に座るものを表しています。この扉絵連載のタイトルがせっかく第26譜にしてあげようと思ったのになんですよね。ウホリシアがイム様のヒントキャラだとしたら、この第26譜にしてあげようと思ったのには不老にしてあげようと思ったのにと言っているようにも考えられますよね。これをそのままパティが銀に食べさせようとしたプリンに当てはめてみます。毒で苦しんでいる銀にパティは不老にしてあげようかと言っているということですよね。そう、パティはジョイボーイを仮死状態にした人物の重要なヒントキャラなんです。パティの初登場はトイレでしたよね。女性がトイレに行くということを隠語でお花を摘みに行くと言いますよね。つまりトイレとは花の部屋なのです。ちゃんとパティが花を摘むところも描かれています。パティはお客様を神様だと言い、いらっしゃいませイカ野郎と言っていますので、先ほど説明したようにこのお客様はジョイボーイのことを表していますよね。パティはパティシエであることが SBS に書かれていますので菓子職人です。ここにも歌詞がかかってくるんです。そんなパティシエであるはずのパティの包丁が作中では印象的に描かれていたのは、包丁で綿抜きをするイメージを持たせるためかもしれません。パティは魚をさばくところも描かれていますしね。たった一コマのこんなギャグパートにここまでの伏線仕込む小田先生すごすぎますよね。では次はこれまでに提示したものとは別の歌詞とジョイボーイのつながり。空島に登場した上髪の野良の親はシャンドラではカシ神と呼ばれてましたね。ここにもまた歌詞です。その野良は偽の神であるエネルからエルトールを受けました。もともと神であったものが偽の神に雷を落とされた、つまり怒られたことを表しています。この構成は僕がこれまでにしてきた神であったジョイボーイにげんこつ雷を落とした空の玉座に座る者という考察にぴったり合いますよね。そしてジョイボーイを表す元カシ神の野良の腹から出てきたのがニカであるルフィです。ちょっとややこしいですね。ジョイボーイが歌詞になっている話はここまでにして、今回の考察とつながるちょっと気になる話をします。それはクマシーとクラッカーについてです。スリラーバークではウソップ、ナミ、チョッパーの3人がクマシーの中に入り、ホールケーキアイランドではブルックとペドロがビスケット兵の中に入っています。これは前半の海と後半の海のリンクになっていると思いますが、注目はクマシーがペローナの好みのぬいぐるみに似せたゾンビだということです。
ぬいぐるみの中身は綿ですから、クマシーは3人が中に隠れるために綿を抜かれたイメージです。綿を抜いたものの中に別の人物が入る。これが僕が以前に考察した黒幕の能力、コロコロの実を表しているかもしれません。クマシーと同じくブルックたちが隠れたビスケット兵を考えてみます。ビスケット兵は当然菓子ですよね。その中に入っていたのはブルックたちだけじゃないんです。ビスビスの実の能力者であるクラッカー本人もビスケット兵の中に入っていましたよね。このクラッカーの通称、千住のクラッカーの千住ってなんで千住なんだと思います？クラッカー本人をどう考えても千住の要素は出てこないんじゃないでしょうか。僕が思うに、この千住は過去に考察した千住イソギンチャクから来ています。ずいぶん前の考察になりますので、もうお忘れかと思うのでちょっとおさらいしますね。単行本81巻の表紙には一つの特徴があります。それはみんなバラバラの方向を見ているのに、悪魔の実の能力者だけは全員ルフィが手に持つ紙を見ており、全員が驚いているような顔をしているということです。僕はこれを神を見て、あ、熊の実と驚いていると解釈しました。神に熊の実のイメージがあるということです。さらに僕はナミとイムが双子であるという考察をしているのですが、ナミはモコモコ王国で羊の上で寝ているんです。熊の実は千住イソギンチャクなどの羊の毛のようなイソギンチャクに住んでいるとこの時考察しました。さらにこの時、羊のイメージがあるキャラが空白の100年を作ったと考察しているんですよね。つまり黒幕のイメージに千住があるということです。ちょっと回りくどくなってしまいましたが、僕が何を言いたいのかというと、世界の黒幕の能力は人を仮死状態にして着ることができるのではないかということです。このコロコロの実の能力のヒントっぽいものが動画にしてからも見つかっていますので、動画の最後に貼り付けておきますね。さて今回の考察、ジョイボーイが歌詞にされているということを少し深掘ってみたのですが、ここでは終わりません。少年誌ですので、ここまでですら描かれない設定だと思いますが、さらにえぐい裏設定を小田先生は考えていると思います。それを説明するために少し前のこの動画の内容を思い出してもらいます。ジョイボーイは英雄、ヒーローであり、イメージ動物はパンダマン、イメージナンバーは18である。小田先生のヒーローであるアンパンマンのアンパンを語呂合わせすると18もしくは1080となり、第1080話のタイトルが伝説の英雄となっています。英雄ジョイボーイは黒幕に金玉を奪われ、ドラム缶にコンクリ詰めにされ、東京湾に沈められてラフテルにいる。第18話のタイトルは海賊道家のバギーであり、バギーのイメージ動物がパンダであることから、バギーはジョイボーイのヒントキャラであるというのがこれまでの考察ですね。このバギーのイメージナンバーが18であり、ジョイボーイのヒントキャラであるという考察は緑の中戸井さんの動画でも言われており、さらに中戸井さんはジャンゴにも18という要素があると言っています。SBS ではジャンゴとツタンカーメンなどのファラオの顎についているしましまキノコについても触れていましたね。やはりジョイボーイがミイラになっているヒントがジャンゴにも仕込まれています。バギーとジャンゴに共通する18のイメージ。もう一つ共通していることは、この2人が敵キャラとしては珍しく金的攻撃を受けているということです。これもジョイボーイが金玉を取られたヒントなのでしょうか。話をさらにエスカレートさせていきますが、僕はジョイボーイが金玉だけではなく手足胴体も奪われているイメージなのだと思います。一番わかりやすいヒントはバギーの扉絵連載ですね。バギーはナミに体のパーツを奪われた状態でルフィに吹っ飛ばされてしまったため、顔と手と足の先しかない状態です。バギーのこの動かせる部位って以前にジョイボーイのヒントキャラだと考えたガイモンさんと同じです。ガイモンさんはルフィ曰くたわしのおっさんですので、亀の子たわし、つまり手と足と顔が宝箱から出ている亀のイメージです。先ほどの動画で中戸井さんはジャンゴはエントリーナンバー18番であり、18番はお箱と読むと言っているのですが、ガイモンさんはルフィ曰く箱入り息子です。面白い具合につながってきますよね。他にもジョイボーイが手足胴体を奪われているというヒントはあります。ワンピースって意識して読むと同じフレーズをめちゃくちゃ使っていることに気づくんです。その代表格がふぬけ、腰抜け、間抜けです。ふぬけは漢字で書くとふぬけ、その意味は内臓を抜き取られたような状態だとあります。これが序盤にお話した綿抜きにつながってくるのです。先ほど紹介したジョイボーイを表す18が入る第1080話の扉絵にはたくさんのぬいぐるみが描かれていますね。ここからもジョイボーイが綿を抜かれているという予測ができます。さ
さらに腰抜けは臆病などの本当の意味ではなく、腰を取られた状態だと解釈します。そう考えるなら、間抜けは胴体が抜けているという意味でしょうか。こじつけここに極まれりという感じですが、言葉のチョイスにこだわる小田先生が多用しているフレーズですので、小田先生がそこに何かを仕掛けている可能性は高いと僕は思います。さらに、手足を失っているバギーのお墓にはライオンをイメージさせるひまわりが手向けてありましたよね。この扉絵はバギーとリンクするジョイボーイの墓のイメージだと思いますが、ゾロの必殺技である獅子孫孫は獅子のイメージがあるジョイボーイの獅子が孫孫で手足を失っているヒントとも考えられます。ここからさらに妄想を発展させます。皆さん、ダルマの由来をご存知でしょうか。ダルマはインドから中国へ仏教を伝えた僧侶ダルマの座禅姿を模して作られた日本の置物ですが、その形はダルマが壁に向かって座禅を続けて手足が腐ってしまったという伝説にちなみ、手足がないのだそうです。ワンピースっていくつかではありますが、ダルマ出てきていますよね。ルフィが雪で作っていた空から降ってきた男雪だるさんも、雪だるまですから月からやってきた男ジョイボーイを表していますね。なぜか頭に樽もついていますし、雪だるさんよりも印象的なのはアラバスタ編に登場するミスター4です。ミスター4はチョッパーになぜかダルマと呼ばれているんです。そのダルマのミスター4はウソップパウンド、つまりハンマーで叩かれているんですよね。このシーンはミスメリークリスマスがモグラなので、モグラ叩きをまずイメージすると思うのですが、隠し要素としてダルマ落としがあると思います。まだこじつけ臭いですよね。次に行きます。新魚人海賊団のダルマはミスメリークリスマスと同じように地中に穴を掘りまくり、ウソップにモグラザメと呼ばれていました。そのダルマはなぜか執拗に落とし穴に敵を落とすことを考えています。ダルマが落とし穴です。さらにセットでバトルが描かれたドスンの武器はハンマーでしたね。ここでもやはりダルマ落としが隠し要素としてあるのだと思います。まだ他にもダルマ落としの要素はあります。スリラーバークでゾロの大仏斬りからの3時のジェンガ砲はどう見てもジェンガではなくてダルマ落としですよね。リトルガーデンではミスター3が作った特大キャンドルサービスセットをルフィがゴムゴムのトンカチでダルマ落とししています。この直前にはゾロがブロギーに対してその両手両足ぶっちぎりゃ死人よりは役に立つはずだと言ってるんですよね。ブロギーは初登場時ニカッという笑顔で登場していますから、先代のニカであるジョイボーイのヒントキャラである可能性が高いです。ルフィもホールケーキアイランドで捕まった時に腕をちぎろうとしていましたし、シキもインペルダウンから逃げる時に足をちぎりました。ジョイボーイは誰かから逃れるために両手両足をちぎったという可能性も考えられますね。そして今はダルマのようになってラフテルにいる。リトルガーデンの先ほどの場面にはドリーとブロギーの決闘の後なのでしょうか、岩にバツ印があります。これがラフテルのヒントを出している印なのではと僕は考えています。多分これもそのヒントだと思うのですが、サンジとゼフが孤島に打ち上げられた時の回想シーン、この島には何もありませんでした。これとリンクしていそうなのはエジプトイメージのあるアラバスタの手前にあった何もない島。この何もない島に行けるログポースをルフィは握りつぶしました。ルフィが握りつぶしたログポースは他にもありますよね。ワンピーススタンピードではルフィはラフテルのログポースを握りつぶしています。ラフテルのヒントであろう珍獣島でもルフィは上陸した直後に何もねえ島だなと言っているんです。そう考えるとサンジとゼフが打ち上げられた何もない島がラフテルのヒントになっている気がしてきますよね。この回想シーンでは壊れたマストがバツ印のようになっています。これもラフテルの位置を示すバツ印を連想するようにあえて描かれている気がしています。ゼフもおかしな話だと言っていますので、笑い話を意味するラフテルのヒントである可能性は十分にあります。ここまでこの動画を見てくださった方にはなんとなく伝わると思うのですが、包丁を持っているサンジ、胃袋の大きさの話をしながら大きい袋の中身を出す、足を失い即身仏ミイラのように座るゼフ。サンジとゼフが救助されるまで87日ありました。人間をミイラにするには方法にもよりますが約3ヶ月弱の期間が必要だそうです。さらにゼフには鶏のイメージがあると以前にも考察しています。これが鶏イメージのジョイボーイをラフテルで復活させることで世界に夜明けがやってくるイメージにつながるのだと思います。ジョイボーイを復活させる方法は以前に考察しているのでそちらを見てください。今回の考察は以上です。今回スペースで話した緑の中戸井さん、クセガールさん、地蔵さん、かよならさんは YouTube に動画を出されています。
僕の考察はこのメンバーの動画を見ることでより理解が深まりますので、合わせて見ていただくことをお勧めします。概要欄にリンク貼っておきますね。次回は今回の続き、ジョイボーイとラフテルの考察を出す予定ですのでお楽しみに。見逃さぬようチャンネル登録、いいねボタンもすぐ押してください。ではまた次回。